ドーピングを依頼をされることもあったんで、なんかそれは正直今まで聞いたことないんです。実例というかドーピング依頼をされたっていうのは初めて聞いたので、ちょっとなんかその辺は多分先生しか語れない部分かなと思って、多分世間一般はドーピングはズルとか、チートみたいな、そうやったらもっと強くなれるし勝率で上がるからっていうふうに捉えてる人が多いんですけど。こんにちは、空手家工具です。今回も、格闘技ドクターであり、僕が格闘技関係者にお勧めしたいパフォーマンス学、ドクター F の格闘技学の著者でもある二重作拓也先生とお届けしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。ちょっと前回の締めの時に格闘技学検定受けさせていただけるということで、こちらのドクター F の格闘技学ですけど、こちらからも取材されるみたいなことを聞いてて、さっきその話で先生と話してた時に、ちょっとドーピングのことを話されてて、で正直僕も先生からちらっと聞いて衝撃的な内容があったので、ちょっとその辺とかって少し語ってもらうことって。そうですね、もちろん、ドーピング結構ね、やっぱり僕はドーピングに関してはドーピングを依頼をされることもあったんで、なんかそれは正直今まで聞いたことないんです。実例というかドーピング依頼をされたっていうのは初めて聞いたので、ちょっとなんかその辺は多分先生しか語れない部分かなと思って、ちょっと今回はそのことを聞いてしまいたい。わかりました。これはね、選手がどうしたこうしたっていうそういう低レベルの話じゃなくて、やっぱりそういうことをするとなぜ良くないかっていうのが、多分世間一般はドーピングはズルとか、チートみたいな、そうやったらもっと強くなれるし勝率で上がるからっていうふうに捉えてる人が多いんですけど、違うんですよね。やっぱり生命を脅かすので、やめた方がいいよっていうお話をしましょう。ぜひ。ただ絵的にはちょっと地味にドーピングバーみたいな話はないですけど、ぜひよろしいでしょうか。いやでも正直僕のチャンネル結構コアな人多いと思うんで、多分そういう話は聞きたい人絶対いると思うんですよね。で特に関係者とかでリスクを知らなかったら絶対本当に危ないと思うんで、さっきも撮影外のことでちらって聞いただけでもやばかったので、これはぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとさっき実際ドーピングとかのに対して実際にオファーまであったっていうのをちらっと聞いたんですけど、これどんなオファーがあったとかまで聞いちゃっても大丈夫ですか？そうですね、僕は格闘技ドクターとして、活動してて、実際どんな活動してたかというと、例えばプロ工業のリングドクター、それから選手のチームドクターをやったりして、あとは格闘家がやっぱり体を壊すんで、体を壊さないように早めに予防したりとか、あと内科的なリスクもあるので、そういうのに対しての治療をしたりっていうことをやってたんですけど、そういう立場なので、いろんな選手からあれはないですか、これはないですかとか、これをくださいみたいなことはすごいあったし、で僕は基本的にはもう本当アンチドーピングなんで、それはダメだよっていうようなことはあります。すごいあるんで、もう正直顔も名前も浮かぶケースもあるんですけど、それはね、僕はそれを言うことは全く本意ではないので、抽象的な形でよければ、ぜひちょっと正直ドーピングの方が受けたなっていう話は初めて聞きましたし、多分これを話せる人って他にいらっしゃらないと思うので、話せる形でそうですね、いろいろあるんですけど、まず多いのが減量において利尿剤を使いたいっていうのがよくあるんですよ。それでどうやって入手してるのかっていうふうに逆に問いただすと、例えば親戚のおじさんが高血圧で利尿剤を飲んでるからそれをもらうとか、あとはちょっと血圧高いから出してくれみたいな感じで、僕にもそういう話をされたことがあるんですけど、もちろんこれ全部断るんですね。なんでかというとやっぱり危険だから。
利尿剤って何するものか分かりますか？おしっこを出す。おしっこを出す。おしっこ体の水分を出す。そうですね。水分だけですかね、出てるの。そっか、そんな風に考えたことなかった。電解質とかも一緒に出ていくんですね。水だけが出ていってるわけじゃなくて、電解質も一緒に出ていく。で、たくさん飲めば飲むほどそれはどんどん出ていく。体カラッカラになるんですよね。例えば脳みそとかってね、脳脊髄液とか液体に浮かんでるわけですよ。でも体全身カラカラだったら危なくないですかみたいなことが山ほどある。で、僕が実際に知ってる症例としてはやっぱり利尿剤を使って、その後体重がどうしても落ちないから利尿剤を使った。それから今度は計量前にサウナに入って、そこでぶっ倒れて救急車で運ばれた例はありますね。キックボクサーだったかな。だからなんか計量で失格とかよくニュースあるでしょ。死んだ選手の話とかも、やっぱ定期的にちょっとニュースで見たりもしたりするので。そうなんですよ。だから亡くなったりね、やっぱりしたりる例があるので、やっぱりなんていうかな、とにかく選手はどうしても近視眼的にフォーカスがあって、とにかくね、あと3日で体重リミット切らなければって言って、であらゆる手段を使おうとするんですけど、やっぱり利尿剤は絶対ダメです。電解質狂っちゃったら人アウトですけど、ただ外から分かんないじゃないですか。電解質狂ってるよっていうのは分かんないので、もう症状が出た時にバタンとなっちゃった時にはもうその後に初めて血液検査をして、この人は電解質異常があった、脱水になってたっていうことで、そこから治療が始まるわけだから危ないんですよね。だから体重が落ちないからって利尿剤を使うっていうのはまず基本的にもう大間違い。階級適正じゃないってことですか。落とせないっていうことはね。で、あとやっぱり相手の選手だってちゃんと合わせてくるわけじゃないですか。だから相手の選手はその試合にかけてリスペクトを持っていい試合をしたいからちゃんと自分の体重を落としてくるんだけど、片方落ちなくなってくる、落とせないっていうことはやっぱその時点でやっぱりもう出場停止だけじゃなくて階級変更セットじゃないといけないかなと僕は個人的に思います。どうですか、その辺の利尿剤系の話は。そうですね、正直僕は無差別でやってたんで、全く減量には馴染みがないというかあれだったんですけど、でもやっぱり格闘技やってるとそういう減量で亡くなる話とかも聞きますし、なんならもう正直階級が分かれたことでなんか子供たちの減量とかもやっぱ聞くようになってきてるので、最悪ですね。そういうのとかもやっぱりそういうリスクを知らないとめちゃくちゃ危ないんじゃないかなって。間違いないです、間違いないです。子供の減量に関しては時々空手の先生とかから連絡が来て、うちの中学生が体重が重すぎるから下の階級で出すんで今減量させてんですよとか言われて、何言ってんですかって怒り上げたことあったんですけど、子供にまず減量させるって絶対やっちゃいけないことで、やっぱり成長期なんでね、必要な栄養素はちゃんと与えないと本当に成長障害も出るし、やっぱり内臓の問題とかいろんなことにやっぱりマイナスが出るので、さっきの電解質もそうだけど、電解質ちゃんと取ってないとねいけないとかもあるし、あとは糖分カットしすぎてボーっとなって交通事故に遭っちゃうみたいな、今度二次的な事故っていうのが起きてくるんで、子供にまず減量っていうのはまず絶対禁ですね。なので逆に小池さんみたいな方がそういうのは良くないよっていうことはお伝えいただいた方がいいかなと思います。あとはそうですね、子供ではないんですが減量で言うとですね、思い出した、血液抜いてくれって言われた。それは3例ぐらい言われたんですけど、結局これ結構有名な選手です。正直結構有名でタイトルなんかも持ってて、今だにフェイスブックなんか見るとジャラジャラっといっぱいベルトを抱えたりするような人でもなんか僕に連絡が来て、なんかどうしても体重が落ちないから血液を抜いてほしいって。それって減量して水抜きもして、もうカツカツでも抜けないから血液抜いてくれってことですよね。そうそれって
やばくない？やばいっすやばいっすだから絶対ダメだから、だからやっぱりその安易に考えちゃダメですよ。血液抜くなんて、なんか血液抜くの反対は輸血でしょ。はいはい、血液抜くってことは輸血をしなきゃいけない状態にしてしまうってことですから、そんなのおかしいですよね。いや、どんどん闇が進んでおりますが、今日はちょっと重たいですね。本当申し訳ないなと思うんですけど、必要なことがね、そうですね、聞くことができない部分では、そうですね。あとはステロイドですかね。そうですね、結果はやっぱステロイドは格闘技関係だとつい最近もいろいろそういう問題がねありましたけど、やっぱりステロイドはね、なんでステロイドが良くないかっていうところが広まってないんです。これは例えばコロナウイルスなんかもなんか典型例だったんですけど、要は一番大事なところじゃなくて、結構こう話が死を抹殺にいっちゃうっていう傾向ないですか。ワクチン打たないとか、ワクチン打つ前にそのコロナにかかった時に、例えば他のウイルスだと考えられないぐらい急速に呼吸状態が悪くなって ICU に行かなきゃいけないみたいな症例があったわけですよ。そこの怖さが伝わっていかないきゃいけないんだけど、そこの恐ろしさはやっぱり医療現場の人間は知ってるんだけど、その一般にはその怖さが伝わっていかなくて、なんか違うところばっかり議論されてるってことがよくあって、ステロイドに関しても結構その感じがあって、ステロイドは単純にその筋肉をつけるものだ、確かにそうですね、そんなイメージですよ。イメージありますね。で実際つくんですけど、ステロイド使うと。だけどステロイドを使うことのマイナスっていうのもあるんですよね。それマイナスっていうのを考えたことありますか？なんかマイナスって言われると、なんか体に悪いとか、よく命を縮めるとは聞くんですけど、じゃあ間違ってはない、どうなるのって言われると、なんかざっくばらんだけど、ぼやっとしちゃいますね。ぼやっとしてて、なんか結局多分僕ら格闘技関係者がステロイドって聞くと、なんか筋肉つけるためのズルみたいなイメージの方がやっぱ強い感じですよね。で結局ずるいみたいな、アンフェアだみたいな、そっちのイメージの方がやっぱ僕ら強いイメージ。そうなんですよね。なんでステロイドが危険かっていうとですね、単純に僕らの副腎っていう場所が、副腎皮質からステロイドっていうのは作られるんで、僕ら全員ね、人っていうのはステロイドを作る能力を持ってるんですね、基本的には。でもそれをですね、自分で作る内因性のステロイドっていうんですけど、それを外から取ってしまう外因性のステロイドを取ってしまうと、ずっと取り続けたりすると、その副腎皮質がどんどんしぼんでいって萎縮しちゃうんですよ。もうそもそもがちっちゃくなっちゃうんです。そう外から入れるでしょ、外から入れるから、体の細胞とか器官は、俺たちステロイドもう足りてるって思うわけですよ。そうすると本来作る生産工場が廃止になっちゃうから、じゃあもうなんか内臓の一部が機能がどんどんなくなっていくってことですよね。そうです。だから持って生まれた人間としての強さがどんどん損なわれていくんですよ。筋肉が太くなってるかもしれないけど、肝心の副腎がちっちゃくなってて、この副腎っていうのはもうあらゆる免疫とか、それから糖のコントロールとか、あとはなんかストレスかかったらバッと増えたりとか、要は生命維持にすごい関わってるんですよ。そうすると食べた糖とかをエネルギーにする能力とかも外から取らないと自分ではできなくなっちゃう。そうだから生命維持装置ですよね、副腎皮質っていうのは。生命維持装置がどんどん萎縮していることを筋肉が太くなるのの代償としてやってるっていうことになります、医学的に言うと。それは人として弱いだろうっていう。そうですね。で免疫が落ちるってことは、なんか病気とかにもなりやすい、そういうことですね。やっぱ感染症のリスクがバカッと上がりますし、やっぱり実際にやっぱりステロイドを使ってショック死した人いるでしょ。やっぱり副腎クリーゼっていう状態になるので、副腎が機能不全を起こしてしまうと、もう本当に良くないので、それで亡くなったボディビルダーとかいますから。あとはステロイドの影響でやっぱり免疫不全が起きて、感染症で亡くなった元ファイターとかですね。なので、そもそもが筋肉が太ければ
勝てるっていうのも昔はそういう考えもあったと思うんですけど、そう単純でもないじゃないですか。確かにそう単純なものでもないですけど、やっぱだからバルクの勝負しましょうっていうんだったらそれは分かるんですよ、そっちに走るっていうのも。でも格闘技ってもっと総合的なものだから、なんかその筋肉さえつければ勝てるんだっていうのもちょっと安易すぎる。そうですね、それだけで勝てるものではないのは確かですね。むしろその筋肉をコントロールできないこともリスクじゃないですか、ファイターとしては。だからそこはちょっとこれからね、取り組む人も認識を変えていくというか、例えばちょっと格闘技学的なことになるんですけど、例えば手で拳握ってもらって、思いっきり硬くしてもらっていいですか。もっとはい、OK。じゃあ今度は手を石と同じ硬さにしてください。用意5。どっち力入りました？いや、明らかに石ですね。ね、前者を A と後者を B とすると B の方が強くなりましたね。これは石っていう脳の中にある記憶と実際にある拳を比べたから、もっともっとって思いませんでした？そうですね、なんか石の硬さみたいなの。そうまだ足んないと思うんですよ。そうすると脳からどんどんこうインパルスが出て、もっと強くなるんですよ、拳がね。それは脳からどんどん指令が出るから硬くなるわけですね。そうすると筋肉っていうのは単純な太さだけじゃなくて、脳からの刺激がいけばいくほど硬くなるんですよ。そういうのを知ってるだけで筋肉の太さは変わらないかもしれないけど、出力は上がるっていうことでしょ。そうですね、確かに。そうするとステロイドに頼らなくてもいいっていう方向性で自分を強くしていけますよね。なるほどですね、確かに。それだったら健康的に強くなる。そうだから格闘技学が一番のドーピングだっていう。なるほど。宣伝になってるんですよ。でもそれはでもね、これは今のはちょっと大きく言っちゃったように聞こえるかもしれないけど、実際にその海外の選手、これもいろんな海外の選手が来てるんですけど、海外の選手が僕にわざわざ格闘技学を習いに来る選手が時々いるんですよ。それは例えばドーピング大国って言われている国もあるんですよ。そういうところに負けたくないから、医学をちゃんと学んで健康的に俺は勝ちたいみたいなことは聞きます。なんか外国って若干ドーピングのモラルが低いイメージは、国によりますね。特に今戦争やらかしてるところなんかはもうモンスターみたいな感じですから。あとはまあそうですね、それからこれはちょっと最重要かもしれないな。これもちょっと悲しい話なんですけど、抗精神薬を欲しいって言われることがありまして、それはやっぱり絶対ダメなんですけど、その人は多分ね、そう言ってきた選手はすごい知識のある人で、なんかもう試合の日だけしか使わないのでみたいな。ちなみにその抗精神薬を取るとどういう作用？簡単に言うとプワッてすごい入りなの。ちょっとね、もう薬剤名も言いたくないですけど、また言うとね、悪く転用しちゃう人もいるんであえて言いませんけど、ちょっと問題になったような、世間的にも問題になったような抗うつ薬だったりとか、要はなんか興奮系のものとか、あとは覚醒剤じゃないんだけど覚醒剤と同じ作用をするものが市販の風邪薬の中とか入ってたりするんですよ。アンフェタミン作用がある薬っていうのも普通に市販で売られたりするので、そういうのは例えば五輪選手とか絶対そういうの飲まないですね。飲むとアウトなんで。そうですね、なんか風邪薬はなんかドーピング検査するときはとりあえず市販の薬飲むなっていう言われてたんで、そうおっしゃる通りで、でその中の成分に例えばね、魔王糖とか魔王が入ってるカコン糖みたいなものとか、あとパブロンとか確かアンチドーピングに引っかかるものが入ってたりする。それやっぱりちょっとねテンション上がったりするものも入ってますよね。あとは良くないのは喘息の薬、
ってわかります？気管支拡張薬。なんか父親が喘息なんで、昔よくやってましたね。あれ使うと気管が開くんで、スタミナ持つ、呼吸がしやすく。そう呼吸がしやすくなって、でこれは本当に難しいんですけど、本当に喘息があって、本当に喘息があって普段から使ってて、それでも格闘技で成功してっていう人もいると思うんですけど、フェイクの人がいるんですよ。で仲いいドクターになんかこう診断書書いてもらって、それでなんかの大会で優勝したみたいな話も実際あるんで、やっぱり喘息に関しては、ただこのスポーツ業界全体的に喘息で気管支拡張薬って基本的にはドーピングに近いドーピングだよねっていうことなんだけど、そこの病気との境目が非常に曖昧なので、ちょっとうまいことやっちゃう人たちも含まれちゃいますね。結構えぐい話が。そうですね。なんかね、すいません、いつもこうキャ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 殴ったり蹴ったりが今日はないんで申し訳ないですけど、やっぱりいろんな良くないことはあるのは、アンフェアっていうだけではなくて、やっぱり人として弱くなる。結局ね、僕ら人として弱くなったら格闘家として強くなれるわけがないんですけど、そこのところがもう少し共通認識と広がるといいのかなと思いますね。取ってる間の一時的に表だけ強くなって、その後がっていうことですね。そういうことです。抗生性新薬使わないと試合に出れないっていう状態っていうのは人として弱いじゃないですか。だけどやっぱね、あとやっぱり残念ですよね。そうですね。で特に今 SNS の時代なんでね、そういうこともさっと拡散されてしまうんで、やっぱり公正に、フェアにやっていくのが一番いいと思います、僕は。はい、ありがとうございます。だいぶ闇な部分を聞いたんですけど、そうですね。でも闇の部分はね、闇の部分があるということをまず知る。そうですね。でそのリスクを知ったことで、例えば周りの人がやろうとしても止めるとかにも使えますし、当然自分はやらないにしても、周りがそれに行かないように歯止めをかける、知識を知ってれば歯止めをかける方に回れるわけじゃないですか。そうなんです。なんかそれを卑怯だとかじゃなく、その人が大切なら止めなきゃ絶対にいけないことになる。そうですね。リスクを知れば、なんか大切なことを聞かせていただいた気がします。ありがとうございます。ぜひね、ドーピングに頼らないね、本当の強さをね、それを競い合う場になればいいなと思ってます。はい、今日はご清聴ありがとうございます。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと衝撃的な話もいろいろ今回は聞かせていただいたんですけども、ちょっと後だいぶ話が脱線してしまったんですが、格闘技医学検定の方で、実際に受けさせていただいて、ここはちょっと体験をさせていただいたんですけども、ちょっと受け方とかについては。そうですね。格闘技学検定はリアルじゃなくてオンラインでもう全国どこでもね、日本語が使える方であれば海外でも受けれるようなシステムを整えました。具体的には私の X とか、あと小池さんのチャンネルのリンクとか僕の概要欄に、で最終的にはそこから僕のノートというサービスに飛んで、そこから試験を受けていただくという形になります。それでは今日早速お二人にはウェブで受験もいただいたんですけど、お二人とも合格でした。拍手ありがとうございます。でそれで早速ですね、合格証ができましたので、合格番号、001番勝井先生、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい。それから002番小池先生、ありがとうございます。ぜひぜひこんな感じです。こんな感じです。いただきました。はい、ありがとうございます。なんかもちろんもう格闘技学の方はいろんな方がね、小池さんも紹介してくれていろんな方が読んでくださってるんですけども、実際にちゃんと格闘技学を学んで、医学的なエビデンスとか、あと危険も含めてこういうふうな安全をやった方がいいよっていうことを理解した方がやっぱり格闘技を指導されてるっていうのはね、安心感につながるんじゃないかなと思うんですけど、
正直やっぱリスクとかってやっぱ学んで知らないと気づけないんですよね、僕らも。そうなんです僕ももともとそうで、二人先生と出会っていろいろ話を聞いていく中で、あれってそんなに危険だったんだとか、実際自分が昔重い有害症っていうもので倒れて入院した時も、実際入院してるのにそのリスクを知らずに普通に入院してて、で二人先生と出会ってそのリスクを初めて聞いて、あの時運良かったから助かっただけだったんだっていうのをその時初めて気づいて結構怖くなったっていうのがあって、でもそのリスクってやっぱ知らなかったら対応もできないですし、予防もできないですし、気づけない、そもそも気づけなかったので、実際僕も気づけなかったので、なんでやっぱこういうのはやっぱ学ばせてもらったことで気づけたことですし、そのことでなんですかね、僕の生徒たちにそうならないようにってことも、やっぱそう思えるようになったのはやっぱ学んで知ったことが大きかったので、ぜひ特に指導者の方とかは、ぜひこのウェブチャレンジでしていただきたいなと思います。やっぱどうしてもなんかどのスポーツもそうなんですけど、生存者のバイアスってあるから、そういう危険をくぐり抜けた人が残っちゃう、でその人たちが時代を作ってしまうから、そんなことはないだろうって思っちゃうんですけど、実際やっぱりそれでボロボロになって辞めちゃった人はいっぱいいるからね。しかもあれなんですよね、さっきそれこそ二人先生が言ってたみたいに、本当にボロボロになった人たち業界からいなくなっちゃうんで、僕ら格闘家の目には触れないんですよね。よっぽど親しい先輩とかが人体やっちゃって今からできなくなっちゃったんだよっていうのは、よっぽど親しい先輩だったら僕らも分かるんですけど、そうじゃない人たちとかはいなくなっちゃったら気づかないですけど、でも先生とかは逆にその人たちをたくさん診断するっていう立場で見られてるんで、そういうのはやっぱり競技会にいると見えにくい。そうですね、そういうところもやっぱり、ただもう格闘技はこれだけ広がって誰でもね、ジムとか道場に入れるようになったからこそ、やっぱり今月先生みたいに学ぶ指導者がちゃんとやっぱりこういう形で見えるかというか、ちょっと道場に貼ってあると生徒さんたちがちょっと安心感、保護者さんたちも安心かなと思うので、その安全意識が高い方が増えていくと嬉しいなと思って、始めた。結構要請もあったですね、こういうのをやってもらえませんかってずっと言われてたんですけど、ちょっと動きは遅かったんですけど、バタバタと今やってます。ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いつ行くか分かりますね。こういう感じです。完全に叩かれてないからちょっと 2,3 個試していいですか？僕も勉強になりますので。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃、僕のチャンネルは未来は 100% 強くなれる動画を毎週金曜18時に投稿していますので、チャンネルの内容がいいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録して空手家工業の YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございました。こういう形でこれもう何がそもそも違うのかっていうと、こう接近戦だからって言ってこう当てたいからって足でこうやってやっちゃうと、結局この大腿四頭筋のみの力で蹴る蹴りになってしまうので、使える筋がここ1点だったんですけど、以前の蹴りに関しては